はいどうもです。今回はですね、こちら、石垣鯛っていう食材ですね。ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。さて今日はですね、いつもは荒れてて入れない石垣鯛の巣があるポイントに行ってきました。実は荒れてるポイントでも意外とウミガメいるんですよね。のほほんとした見た目をしておりますが、意外とね、泳ぎ早いんですよ。そしてこちらはアオリイカの赤ちゃんの群れ。もうこれはね、取るとかじゃなくてシンプルに癒しですね。さて、ようやく石垣鯛の巣へと到着しました。海底の様子を見てみましょう。いました。石垣鯛の群れです。重さは推定1キロ。食べ頃のサイズです。潜行開始。水深は10メーターほど。流れが速すぎるので海底について岩を掴んで体を固定してから魚を狙っていきます。それではマサル視点を見ていきましょう。一匹近づいてきました。ここでたくさん寄ってきました。これはチャンスです。ただこの距離でテトラポットを撃つと水中銃が壊れてしまいます。後ろに何もなくなった瞬間を狙います。ヒット。大暴れですね。穴の中に潜られたら大変です。思いっきり引き上げていきましょう。さて今回取れた食材は石垣鯛。かなりの高級魚で、このサイズでも東京だと1匹3000円ほどで取引されています。そう、手元まで持ってくると意外と大きいんですよね。このサイズで1キロぐらいです。1匹目を締め終わったところでもう1匹狙っていきましょう。さてもう一度同じテトラポットのポイント。上から見ると魚が逃げていってるのが一目でわかりますね。ただ石垣鯛は好奇心旺盛。友達のふりをして近づいていきましょう。ヒット。さて2匹目。海底にはまだまだ石垣鯛がいますが、あんまり取るといなくなっちゃうんで、このポイントはこのぐらいにしときましょう。ちなみに口が白い石垣鯛を口白と言います。さて浅瀬のポイントに移動してきました。ゴムを緩くして調整していきます。そして呼吸とポジショニングを整えていきます。潜行開始。穴の中の魚を狙っていきます。ここもマサル視点で見ていきましょう。いました。体勢を整え、狙いを定めていきます。ヒット。これはちゃんと刺さっているのか。刺さっていました。こんだけ暴れないと本当に魚って強くないのかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。さて綺麗な石垣鯛が上がってきました。それでは脳天締め。さて3匹も取れたので陸に戻って調理していきましょう。はい、ということで戻ってきました。にしても石垣鯛めちゃくちゃいましたね。手盛りだったらあれ10匹ぐらい取れたんじゃないか。水中銃だったらね、リロードが長すぎて、いっぱいいてもね、あんまり取れないんですけど。ということで今日は、こちら、石垣鯛3匹をね、取ってきたんですけども、この一番大きいやつだけ、今回食べて、こいつとこいつは競りに出します。でちなみに石垣鯛はですね、大きくなると、口が白くなるって言われてて、で、口が白くなったものを口白とか呼んだりするんですけども、これ見てください。大きさ関係なくねって。実はね、あんまりね、大きいから口が白いってわけでもないんですよね。ほら、こっちの方が大きいのに口白くないですよね。なんか3年前ぐらいに出された論文で、回遊する石垣鯛は口が白くなって、回遊せずに岩についてる石垣鯛は口が白くならないとか、研究結果が出たりします。だからこっちはね、いろんなところまでね、行ってたんでしょうね。ちなみに名前の由来はですね、石垣が積まれたような模様をしてるから石垣鯛って言われてます。でも一つ言えることは大きくなると、石垣模様がね、だんだんね、薄くなっていくんですよね。ちっちゃい方はね、かなり石垣模様がすごいんですけど、大きいやつはね、ほら、薄くなってるんですね。で、この魚の特徴としてはですね、ここです。強靭な顎ですね。鳥のね、くちばしみたいな顎してるんですけど、この顎でですね、ウニとかヒトデとか貝とかね、
バリバリ食べちゃうんですよ。そう、なんでね、こいつに噛まれると結構痛いです。皆さん気をつけてくださいね。で、今日はですね、僕の友達のだるまさんっていう料理研究家の人がいるんですけど、でその人が紹介してた昆布茶締めっていうね、料理方法を試してみようかなと思っております。もともとね、こういう昆布を使って、刺身を昆布で巻いて熟成させるっていう昆布締めっていう方法があって、これがね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。で、それと同じようなものがこの昆布茶締めでできるらしいんですね。もうね、正直ね、いちいち昆布ふやかしたりとかね、いろいろめんどくさいんです、正直これ。これでできるんだったらマジでこれは革命ということでね、今日はまあ、昆布締めとね、昆布茶締め2種類作ってね、まあ、どんなもんなんやと食べ比べしてみようかなと思います。まあ、昆布茶締めについて詳しく知りたい人はね、だるまさんの昆布茶締めの動画概要欄に貼っとくね、まあ、そっちから見てみてください。ということで、早速、さばいていきましょうか。はい、それでは、鱗を落としていきましょう。石垣で真っ黒やな。石垣ではね、この際のところ、鱗ね、取り残しやすいんですよ。しっかり取ってあげた方がいいです。どんなにしっかり取ってもね、残ってます。石垣だよ。なぜかわかりませんが。本当にね、取りきれないんですよね。もう真っ黒になるな。こういう時はね、茶色いものの上に乗せると若干見えやすくなる。じゃあ、鱗落としたんでね、じゃあ頭を落としていきましょう。うお、すげえ、めっちゃ内臓脂肪乗ってるわ。これはやばいぞ。反対側行きましょう。はい。すごい内臓脂肪。ギトギトですよ。魚って超えるとこんな感じで腸の周りにね、脂肪が乗ってくるんですよ。人間もね、おそらくね、内臓脂肪多いですねって言われてる人は、もう腸の周りがね、こんな感じになってるんだと思う。なんか食欲なくすからやめましょうか。こんだけ内臓脂肪あると最高にうまい魚である可能性が高いです。じゃあここ開いていきましょう。すごいね。で、血合いに傷を入れていきます。ちなみになんですけど、内臓脂肪が乗ってる魚のある程度の見分け方なんですけど、これお腹触ってみたらわかります。お腹パンパンで、この腸周りがすごいね、硬かったら内臓脂肪のことが多いですね。なんか触ってもね、風船みたいになってたら空気の可能性が高い。で、この辺、手前の方、頭側の方がパンパンだったら何かね、食べてる可能性がある。胃袋の中がパンパンっていう可能性が高いです。とはいってもね、時期で見るのが一番正確ですけどね。5月、6月とかは産卵期の魚が多いんで、身はまずいことが多いですね。魚種によりますけどね。じゃあ、水気を取っていきましょうね。いや、最近さ、めちゃくちゃっていう言葉をめちゃくちゃ使いすぎて、なんかアホっぽいってね、言われるんですけど、ちょっと頭良さそうにした方がいいのかな。極めてって使おうかな。極めてって使うとすごい頭良さそうですよね。いやー、これは極めて多いですね、内臓脂肪が。はい。説明で極めてとか使われるとちょっと聞く気なくしちゃうよね。でも。俺だけかな。はい、そんなことはね、置いときまして、こちらね、三枚おろしにしていきましょう。今日はね、包丁の切れ味がなんか悪いですね。まあいいか。じゃあ反対側。最後中骨取っていきましょう。はい、失敗した。うわー、失敗しちゃった。もったいない。こんなに脂が乗って美味しい魚なのに、いい答えなのに。じゃあ反対側。オッケー。すごいよ、でも油が。これわかるかな。背中の辺油ギトギトですからね。これをね、もうそのまま焼いて食べたいよ。動画外で焼いて食べよう。はい、そしたら次腹骨を落としていきましょう。滑るな、この木のまな板は。うわ、すげえわこれ。このハラミはね、絶対うまいよ。すげえ油だな。そしたらこちら血合い骨を落としていきます。はい、それではですね、皮を引いていきます。
油がいいですね。もうちょっと攻めれたね。はい。いや、僕はね、今成長しました。見てこの成長。1回目と2回目。で、この皮がどうやら湯引くと食べれるらしいんですよ。今日はこの皮も湯引いて食べてみようと思います。すごい油だね、これは。すごい油でもないな。マックスの4割ぐらいの油ですね。やっぱね、温暖な気候だと油がね、あんま乗りづらいんですよね。OK。じゃあここでね、ちょっとだけ味見をしましょうか。これはうまいんじゃないか。これ味見せんともったいない。こんなもん。いただきます。いただきます。うわ、うまっ。ちょっと磯臭いな。あ、でもうまいわ。若干磯臭いな。まあ、石垣鯛ってすごい味にばらつきがあって、油乗ってないやつ、油乗ってるやつ、油乗ってるけど磯臭いやつ、油乗ってるし磯臭くもないやつとかね。もうね、めっちゃいるんですよ。本当にね、味の差が激しい。なのに高い。で、ちなみに昆布締めはですね、魚の水分を抜く作用もあって、水分と同時に臭みも出してくれるんで、まあ、こういう匂いが若干ある魚にはね、ベストな調理方法ではあります。はい。ということでですね、昆布締めと昆布茶締めを作っていきましょうか。まずは昆布茶締めいきましょう。用意するのはこちら、昆布茶だけです。こんな簡単な調理方法があっていいんでしょうか。本当にこれで美味しかったら、マジで、もう誰も昆布買わんくなる。ここにですね、昆布茶をかけるだけなんですって。だるまさんがなるべく高いところからかけましょう。こうすることで均一にかかると言ってました。この料理方法だったら、もうスーパーとかで柵買ってきて、そのまま昆布茶かけるだけなんで超簡単ですよね。どんぐらいかけるんだろう。こんぐらいでいいか。で、あとはラップに巻くだけ。これだけでいいらしいです。これで半日置いたら完成。じゃあ次は昆布締め。ちなみにこれめちゃくちゃいい昆布です。北海道羅臼昆布ですね。スーパーで売られてるやつって結構ね、ちっちゃくて、ね、巻きづらいんですけど、こんぐらいね、しっかりしたでかいやつだと巻きやすいです。梱包がしっかりしすぎてる。いいね。昆布はこんぐらいでかくなっちゃう。最高のサイズ感。で、ここにですね、料理酒を塗ってふやかしていきます。料理酒をつけることでさらに匂いも取れるっていうね、効果があると期待してます。ちなみにハケとかでね、塗った方がいいんですけど、ハケがないです、僕の家。あんまりね、高度な技術を使うことがないんで、いつも唐揚げしか作らないですからね。贅沢よ、こんな昆布使って、しかも高級魚の石垣鯛まで使ってね、もう居酒屋とかで食べたらとんでもない値段するんじゃないか。逆にね、でもね、自分でこういうちょっと凝った料理とかできるようになれば、すごいね、寿司屋とかで食べるような美味しいね、切り身とか食べれるんで、まあいいですよね。魚の油ってめちゃくちゃ劣化しやすいんですよ。どうしてもね。なんで、ほんとね、切って10分とかでも、もう劣化するような、そんぐらいね、劣化早いんで、やっぱね、自分で刺身切るのが一番うまいですよ。まあ、熟成とかは、ちょっとやっぱプロに任せた方がいいですけど、やっぱね、自分で切る方がね、うまい。切って、秒のやつがね、一番うまいんですよ。なるべく空気を抜いて酸化しないようにしときます。はい、これで完成です。昆布締めはね、あんまり締めすぎると昆布の旨味が入りすぎてね、ちょっと味がえぐくなっちゃうんで、まあこれも半日ぐらいでいいと思います。そしたら、こちら、半日後。はい、それではですね、半日経ちました。それではね、見ていきましょう。開けていきましょう。まずはこちら、昆布茶締めですね。やっぱ昆布茶には塩分が含まれてるんで、若干水分が出るんですね。少し水分が抜けてます。身が引き締まった印象がありますね。ほら、だいぶ抜けてる。この水分と一緒に余分な臭みとかが出てるみたいですね。だいぶ昆布茶がこっちに行っちゃったけど大丈夫かな。昆布締めですね。わ、全然違うな。相当水分持って帰ってますね。はい。わかるかな。全然違うんですよ。ほら、分厚さとかもちょっと違いますもんね。昆布締めの方がかなり水分持って帰りますね。もともと昆布が乾いてるもんなんで、昆布にね、水分持って帰るんですよ。それではこちら切っていくとしましょうか。そぎ作りにしたいんですけど、ちょっとでかすぎるんで、こんぐらいにしますか。で、ここにね、これ縁側がついてるんで、縁側も外しときましょう。縁側は縁側で美味しいです。さて、では切っていきましょう。昆布茶締めも切っていきましょう。昆布茶締めはね、結構ね、水気がすごいですね。
昆布締めの唯一良くないところは、身の水分が抜けすぎて、見栄えがあんまり良くないですよね。じゃあ最後、皆さんもう忘れてるんじゃないでしょうか。こちら、石垣鯛の皮の湯引きを作って完成といきましょう。では、お湯を沸かしましょう。セット。どんぐらい茹でるんやろうな、これ。にしても魚ってね、無限の可能性ありますよね。鱗も食べれる魚いるし、皮も食べれる魚いるし、骨も食べれる魚いますからね。いけ。これあんまり茹ですぎると柔らかくなっちゃうんですって。めっちゃ丸々。こんなもんかな。湯引きって言ってたからね。丸々んだね。よし。じゃあこいつを切っていきましょう。なんかね、より人参みたいな感じで職人の人は切ってました。より人参は多分誰もわかんないと思うんで、参考画像貼っときますね。全然綺麗。こっちの方がいいと思う。より人参みたいにはならんな。刺身のつまでね、より人参っていう切り方があるんですよ。すごい難しいんですけど。これ美味しいのかな？美味しそうな見た目ではないですけど。オッケー。はい、それでは完成しました。いただきます。いや、楽しみですね。じゃあまずは昆布茶締めからいきましょうか。もう一応味は入ってるはずなんで、このまま食べても美味しいはずです。いただきます。うわ、うまいわ、これは。めちゃめちゃ美味しい。刺身で食べた時はちょっとね、嫌な臭みがあったんですけど、昆布茶締めすることでね、完全に消えましたね。で、やっぱ熟成が足りてないんで、物足りない感があったんですけど、昆布茶の旨味と合わさることで、すごいね、めちゃめちゃいい具合の味わいになってます。誰また、うまいわ。これはね、いい。刺身がね、一段階進化した感じがある。めちゃめちゃいいわ。じゃあ次、昆布締めいきましょうか。こっちの方が水分抜けてましたよね。なるほど。全然違う。昆布茶締めとはまた全然違いますね。昆布締めの方がやっぱ昆布の上品な香りがあって、で、やっぱ水分がね、より抜けてるんで全然食感とかが違いますね。どっちが美味しいかっていうのはもうほんとこれ好みですね。やっぱ昆布茶締めの方はプリップリしてて、みずみずしい感じ。昆布締めの方はかなり水分抜けてるんで、ねっとりした長期熟成をしたような食感になってます。全く別物なんですけど、両方うまいわ。全然別物だった。強いて言えば、昆布茶締めは、なんか表面しか味ついてない。昆布締めはもう奥の奥まで味入ってる。どこ食べても昆布締め。そんじゃあ、皮。こちらもね、いただきましょう。初めて食べます。あ、うまい、これ。全く期待してなかったんですけど、食感コリコリしててめちゃめちゃいいし、皮目の旨味がすごい。これめっちゃ美味しいわ、皮。今まで食べてなかったのがもったいない。こんなん捨てたんや。最高。はい、ということで、ごちそうさまでした。いやー、石垣鯛ね。うまかったね。昆布茶締めもね、今回初めてやったんですけど、これめちゃめちゃいいわ。別になんか、誰もさ、友達だから言ってるとかではなく、これ、シンプルに普通にいいなと思いました。で、あと皮も良かったね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、